これからさ、3時間行くんだけどさ。串カツが牛2本、紅生姜1本、玉ねぎ1本。寝てた。ただいま。ただいま。粉もんパーティーだぞ今日は。うまそう。ウケる。もうあったかいうちに食べたい。食べたい。さっさとやろうぜ。やろう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 。よいしょ。かわいい。寝てた？ぼっちゃん、ぼっちゃん、おいで。ぼっちゃんおいで。じゃあ、ぼっちゃんこれつけたままやったら取るか。特殊な近寄り方してる。ね。あり地獄だーっつって。なちびちゃんそこ飲んだ。よいしょ。早く食べよう。食べよう。ようちゃん、少し時間経っちゃったからさ、マルチグリドルで温めながら食べませんか？賛成。よいしょ。どうすか。うん。よいしょ。よいしょ。ありがとう。来ました。私たちの必須アイテム。炭酸足すといたわ。はい。まあ、炭酸の後ろに見えるマヨネーズがね、味噌ですよね。はい。粉もんには絶対マヨネーズじゃないですか。はい。パーティーだ、パーティーだ。嬉しい、粉もんパーティー。どうでしょう。一個ずつ開けていっていい？うん、いいよ。あ、串カツ。うわ、お紅生姜。嬉しい。いいですね。結構大きいね。大きいね。ありがと紅生姜って大阪といえばさ、う。うん、そう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 。ねこの重量は。玉ねぎ？あ、たこ焼き。おいしそう。うわ、うまそう。めっちゃ美味しそうまそうやな。ね。たこ焼きも置く？たこ焼きはちょっと後で考えよう。つまむつまむ感じで。ちょっと置きますね。お好み焼きはどのぐらいの大きさかやだよね。あ、しっかりした量かも。串カツ。串カツ美味しそう。カマンベールと玉ねぎと牛。美いいね。味しそうですね。ちょっとこっちも。うわ、焼きそばうまそう。美味しそう。よだれめっちゃ出てきた。ね、やばいな。うん。焼きそばやるよな。あ、ちゃうの。なんかまあ、まずはお好み焼き。難しい人やな。じゃあ最後に、ドン。うわ、いいね。もう目が痛いよ。美味しそうすぎて目が痛くなってきたよ。しっかりと。うわ、ありがたい。ソースね。最高やん。これもう音さ、最悪。布団とか一気に険悪な雰囲気になっちゃ恐れてる。いいんですか？う。うん、いいよ。いや、さっき焼きそばとか悩んだのはさ、これポンと置いちゃった時に、ね。うわ、美味しうわ、そう。美味しそう。最高じゃん。めっちゃ美味しそう。美味しい？うまいですね。食欲そそられますね。さすがに溶けてきた？トゲギだ。でも、全然。 3日目。うわ、3日目でそれ？結構いいよすごいね。な。ねえ。で4日目？ 3日目？ 3日目 ?4 日目 4日目突入してるな。うんうんうん。
丸3日過ぎて今4日目に突入してるのか。あ、そっか。まあでも中の氷が少なくなってきたからね、ちょっと溶け始めてるんだろうね。ああ。冷たい水としても美味しい。うんなんでも。でも今まで毎回氷1回で使い切らなとかね、うん水にして飲んでたからすごいいいよね。めちゃくちゃいい。いや、いい。本当に、それ買ってよかった買い物。ねえ結構上位に入ってくる。氷のためだけに冷凍庫とかってさ、あれやん。わかる。よいしょ。だったらもうこれに入れればね、電気代もかかんないしね。エコ。え、これ。4日間はいけるからね。ねえ。炭酸がこっちはもうちょっと抜けてる。うわ。いいよ、ゆうたさんにはね、新しいの取ってるからさ。ありがとう。優しくない？あ、当たり前やな。優しいりょうちゃん。あーもう二度と作らんとこ。りょうちゃん優しい、ありがとう。はい、どうぞ。ありがとう。じゃあ早速やっちゃいましょう。じゃあ、はい。新世界、粉もんの夜に。乾杯あー、うまい。りょうちゃんのおかげでしっかり炭酸。ちょっとレモンジュースみたいな。ね、美味しそう。たこ焼きからいったろうかな。贅沢。焼きそば食べちゃおう。うん。うわ、焼きそば美味うわ、しそう。でもまだあったかいね。ね、湯気出てる。焼きそばもこれ好みでここでちょっと温めるスタイルで。じゃあたこ焼きも。うん。うわ、いい音出すね。あ、最後ちょっうわ、ソースうまい。と。美味しい？オリジナルソースって書いてたよな。うん。うわ、コクがすごい違うね。へえ。それしか出てこないわ。語彙力ないだけで。ボキャブラリーがないだけで。でもコクって言っときはなんとなく伝わるでしょ。おい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 。いただきます。うん。うん。うん。美味しい？特産。すごいトロットロってわけじゃないね、なんあ、か。そうなんや。でも美味しい。美味しい？ようん。いしょ。焼きそばいただきます。はい。うん。うまっ。美味しい。焼きそば美味しい。お好み焼き焦げちゃうかもね。ああ、そうだね。ちょっと火弱めても。結構弱いやつ。いや、ちょっと弱くできるこれ。うわ、半分。半分。うわ、結構あれやね、分厚いね。ねえち。ゃんとしっかり分厚い。あー、久々や、粉も。うん。嬉しい。ねえ、フルコースやで。うん。串カツもあるし。なかなかね、これを全部車の中で食べるって難しいからね。ね。いただきます。はい。うん。おいしい。うまい。ふわふわだね。うん。うん。おいしい。結構リーズナブルであれやったよな。良心的やったよな。まだぬるくなってないけど、温めながら食べられるってね、なね。んか贅沢な感じするよな。串カツ食べよう。うん。美味しいね。うん。確かにスパイシーだね。ね、すごいスパイシー。麺も太くて美味しい。ね、美味しいね。まあまあ。いいや、贅沢やわ。うん。うん。うん。幸せ。大阪って感じ。これ紅生姜だけ分かれてたの。紅生姜はソースじゃないよってことなのな、きっと。色つくからとかじゃないかな。あ、そうなあ、の？わからへん。でもどうなんだろうね。美味しい？紅生姜うまい。そうなんや。私紅生姜苦手やねんな。苦手やね。その辛みうん、分かる分かる。がちょっと苦手やねん。くーちゃんにね、ちょっとお紅茶混じった。でも紅生姜の天ぷらってさ、うん。酒飲みのあてじゃない？いや、これをね、考えた人すごいと思うわ。ああ、そうやんな。大阪やんな、マジで。うん、大阪、うんまあ初めて食べたもん。
てか通天閣って思ってた以上に閉まるの早いね、お早いね店。びっくりした10時になってなんかギリギリやったやんな。うん交差点渡るまで電気ついてたのにさ、通天閣。うん渡ったら切れちゃってね。ね。でお店も、引きもめっちゃ早かったな。ちょっと、マヨネーズ取ってもらおうかな。入れた。おいマヨネーズ。おいまよ。マヨラーだからさ。ちょっと酒つけさせてもらうわ。おおちょっとバカにしといて。先行きタイプ。はい。ありがとう。美味しい。美味しいね。なんかお店で食べるのもいいけどさ。うんなんかやっぱ車内でこうやって食べるのもいやいいよねな。安いもん。安上がりだよ。ねお酒もこうやってやればね。そうそうそう。ご当地のもの温めながらさ。贅沢やん。車内でゆっくり。何よりもちびぼうと一緒に入れるからね。心配よりでいいもんね。うん。なんか締めのかすうどんも食べに行けたらよかったけど、閉まってた。かすうどんって夜遅くまでやってんのかなってイメージだったんだけど。ね。まさか23時に閉まるとは思わなかった。ねえ。で、多分な、新世界一帯が早いんやと思う。なんかナンバーまで出ちゃうと、やってると思う。あ健全や。健全な街や。あ。ね。こういっちゃなんだけど、そういうイメージないけどね。いや、健全な街って。いや、そうやんな。新世界の中も朝までずっとエンドレスやってんかなって思っすげえ健全。た。わかるわかる。動物園あるから。そうかもしれない。それはあるかもしれない。動物たちが興奮しちゃうから。ね美味しそう。たこ焼きさん。たこ焼き美味しいで。美味しい？あ、ソースすごい美味しいね。深いね。でしょ？言うてたことがわかるわ。コクある。深いわ。でもそれ以上は何も言えないやろ？美味しい。美味しい。9個で500円。 550円？いや、500円あった。マジで？でもあれかな？全抜き表記か。あ、そうかそうか。なんか調べとったんやけど、通天閣の中のたこ焼きはさ、7個で800円。高いよね。だからね、インバウンドやった、絶対。いや、大阪来て思ったんやけどさ、その安いうまいっていうイメージをずっと植え付けられてきたわけですよ。クレームですか？自分が多分そういうところに行ってないだけなのかもしんないけど、大阪全体が安いうまいなのかなと思ったけど、イメージはあるよな。高っと、下手しい東京より高いんちゃうみたいな、こんなもの。いや、高なったし、絶対海外価格やと思う。まあさっきも言ってたけどさ、マジで日本人パスポートみたいなの入れたら、安くしてくれたりとかしたりするもうそうなってきたら、日本人いらないの。どういうこと？お金落とせへんから。確かに、ほんまやな。店にメリットないもんね。なんか悲しいね。悲しい街だよ。ね。だよね。大阪でいたやろ。早いね。いただいてもいいですかね。味濃いや。わかる。進むよね。だって紅生姜まだこんなにあるのにさ。紅生姜だけで3倍ぐらいいける。いや、いけるわ。紅生姜すごいわ。コスパいい男や。コスパだけを追求してる。間違いない。間違いないな。はい。ゆうたさんってさ、東京生まれ東京育ちやん。今までにさ、私以外に大阪の人と付き合ったことある？大阪の人と。いや、ちょっと結構思い出さない、あれやな。大阪の人は、大阪って大阪出身？大阪、本当に大阪だけ？どういうこと？関西ってこと？そう。大阪ないじゃない。あ、そうなんや。大阪はじじゃあそれまでは、東京とか、別のところとかよ。そう。そうなんや。どう？違う違うっていうか、関西人やな、じゃあ大阪人やな、みたいな。関西人やな、大阪人やな、か。こう、なんていうのかな、女として。どういうことなんか、女として。あ、大阪の女っぽいな、みたいな。なんかちょっと東京の人とやっぱこういうところが違うな、みたいな。違うか。それでも、大阪、東京というよりかもう個人の。それはあるけどさ。なんやろね。笑い方が下品とかおい悪口やん。そう。りょうちゃんの笑い好きよ。ほんまかいな。昔からなんか、笑い方とかってよく言われる。あ、そうなんや。りょうちゃんの笑い方、出るし。それあれや。ワンピースの、ロビンの、何やったかな。もうわかんないけど。なんや。あんまないんや。つまんね。
そう、だから東京はつまんないのよ。東京の人は。急になんかあれや。気まずなるやん。そんなことないよ。そういうことが痛いんでしょ、結局。やばいやばいやばい。不穏な空気流れてきた。そんなことない。面白いよ。でも、あれ関東の人と付き合うの初めてやねんか。あ、そうなんや。結婚もしてるけど今。うん。一番衝撃やったのは、やっぱりよく言われるけど、向かう時さ、バカ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 って言うやん。うんうん。大阪ってバカっていう文化ないから、はいはいはい。向こうはすごいドキッとするじゃないけど、いい意味じゃなくてな。あれでしょ、関西の人はアホとかでしょ。あ、そうそう。だから、なんかバカって言われることってないから、バカってなんかすっごい、バカ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 って。あ、そう。あ、これが大阪と東京のよく言うアホとバカの違いかっていうのを実感した。いや、そうね。確かに。こいつアホやんとかよく言うやろ、じゃん。言わへんよ、あんまり。こいつアホやなんかあんま言わへんよ。本当結構言ってるやん。ちょっとやめてよ。結構ことあるごとに。なんでやねん。1日3回ぐらい聞いてる。いや。そう、私がアホやん、多分。アホやわーとか言うやん。うん。で、そのアホやわーはなんかあれでしょ、褒め言葉なんでしょ。いや、褒め言葉ではないよ。ツッコミぐらいの感じさ。軽い感じ。どういうことなの？面白い人って意味なの？ボケてたわーって感じ。どういうこと？いや、私ほんまアホやわー。ラーメン食べてたと思ったらうどん食べてた、みたいな。なんかちょっとやってもうた、みたいな。はいはい。大阪の人のアホやなーみたいなのって、緊急性のない感じ。緊急性もないけど、緊急性ある時もアホやから、いやバカって使うことがない。いや、東京というか自分の場合のバカ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 は、緊急性がすごい高い。それは緊急性高い時に言われる。バカ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 そう。いや、だから、緊急性高い時にバカ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 って言われたから、最初はイラってすんねん。はいはいはい。でも、これが、東京と大阪の違いかってすぐにやってきて、そのイラッとはふって直って、っていう感じ。はいはい。いや、バカってマジで言うことないわ。アホっていうことない。いや、ほんまにない？うん。ほんまになかった？ない。それってあれ、ゆうたくんの周りも？うん。面白いね。バカっていうのはその事象に対して言ってるだけであって、はいはいはい、その人に対して言ってない。でもアホってその人の全否定してるわけやん。しないわ、全然。受け入れてるのよ。だからさ、結構悪口言うタイプの人ね。いや、バカ。私に言ってる。いや、バカバカっていうのは、そのさ、例えばさ、私が何かやらかした時に言うやんか。ってことはイコール私やん。いや、それはそんなことをするなよ、バカ。おい悪口やん。りょうちゃんに言ってるわけじゃない。それをやってしまった人に対して。私や、それ。何言うとんねん。でも、多分すごい緊急性は高いんだと思う。もう無意識レベルで、多分言ってるから、もうすごいもう。でもさ、結構無意識レベルで緊急性の高いことやらかしてもうてるんだ、何回も結構。何回もやるから。言ったの、昨日言ったやんって、昨日言ったやんって言ってさ、言うとさ、それ、今言ってくれなきゃわからない。ほんまにそう。忘れんねん。ほんまに忘れるよ。って。木のまな板の話とかもそうやん。木のまな板使う前に、ちゃんと水で濡らして吸収させてから、使うんやで、みたいな。さ、普段、馴染みないのにさ、わかったってその時は言うけどさ、時間だ忘れるやん、そんな。いや、もうその時分かったって言わないよ。なんていう、もう一回言ってって。そう、もう一回言って、使う前にもう一回言ってって。お前な、それいい考えやな。そうしよう。何を分かってるんだよ。分かってへんやんけ。そう。分かった言ってたよな、みたいな。間違いないわ。分かったって言ってたのに、なんか、そんなの一回じゃ分かんないから。分かってないよ。それを分かってないって言うのやって。間違いに。おっしゃる通りやったわ。ですごいなんか逆ギレされてさ。そうやってすぐネチネチ言ってくるみたいな。ネチネチ言ってんじゃないわって。ネチネチは言ってる。うまいなぁ。うん。もしもの時のためにそのちっちゃいのは取っといた方がいいんじゃん。あ、そうなの。そう。来るから。もしもの時が。そのもしものパターンを教えてほしいんだけど、どういうことなの？
もしもの時はこもしもの時でも基本的にこれとこれって一緒のところに入れてるやん。なんかいや、このカバンの中に入れてるわけやん。いやこれとこれ。歯ブラシだけ持ってれる時とか、うん歯ブラシだけ持ってれる時に、うんうわ入ってないってある可能性が。で、普段からこいつを使える時に、こいつで歯磨きをしといたら、これだけ持ち出した時に、これは残ってる状態やから、大丈夫。これだけ、これとこれ持ち出せばよかったですね。なんかいや、ポケットに入らへん時とか、これが。あ、かさばりたくない時。あ、じゃあ、もしもの時というか、これ横着して持っていかなかった時違ってことう、もしもの時。わからんだろうな、いつも。でも、りょうちゃんのこと理解してあげたいけどよくわかんない。ただ、こっちで使いたいって言えばいいや。違います。もしもの時、何回かあっけん。でもこれ、うわないやん、みたいな。でも、さっきこれ、カメラ回ってない時に、明確にこれ水っぽくなるから嫌なんだよねって言ってたよ。違う。嫌なんだよねって言ってたよ。違う。だから、理解してあげたいけども、二重人格すぎて理解ができないの。怖い。ありがとう。散歩行くよ。散歩行く？散歩行く？散歩？散歩。何やったらそのためは。散歩行くよ。今日さ、うん。絶対喉乾くで。なんで？辛いもんばっかり食べたか、濃いもんばっかり食べたか。ソースとマヨネーズで。そうそう。絶対夜中喉乾くわ。本当に？うん。まあ、ゆうたさんはいつも口開けてずっと爆睡してるから起きひんと思うけど。そんな気持ちよさそうに寝てんの？うん、いつもね。愛おしいな。そんな人と一緒に寝れるなんて。幸せな人生やで。ねえ、そんな人とゆうた一緒に寝れさんがるなんて。。まあ、あと大阪は、だるま返しに行って、うん。新しいだるまをお迎えして、うん。やね。うん。あ、ちびちゃんあったか。寝よう。おやすみ。おやすみ。いつくれんの？うん。ありがとう。ばっちゃんおはよう。よいしょ。りょうちゃん。うん。 7時半や。その時間。8時までに出ないと料金が加算される。やばい、昨日の寝る前もう全然記憶ないわ。もう同じこと何回も言ってたで。ほんと？ずっと。シャッター切ったっけ？あれカメラどうしたっけ？カメラ直してくれた？ずっとカメラの心配してた。うん。カメラに取りつかれて寝てたで。もうなんか夢の中でもうずっとカメラを止めるなって言われてた。そうなんだ。はよちび。おはよう。起きなきゃいけないんだ。ばっちゃんもおはよ今日はちびちゃん初詣だからね。胸焼けしてる。う。それするやろうな、あんなに。起きた時マシやったのに、今来た時間差で。りょうちゃんずっと昨日の夜寝る前胸焼けの心配してたで。それはなんかズバツなってないかもし起きるか。よれない。いしょ。駐車位置番号をお達しサービス券もうお持ちの方は入れてください。カツオジ懐かしいね。懐かしい。ねえ、なんかこんな山道走ったような記憶があるよ。本当に？うん、なんとなくね。なんか多分ね、箕面の滝から来たから、はいはい反対側だと思う。私の記憶なんなんこれじゃあ。
多分反対側やとほんま思う。反対側もこんな山道なんじゃないかこんなな。山道だとは思うけど、ここは通ってないと思う。余計なこと言わんでええねん。次に奉納してきます。はい。日本一周達成してきます。うん。はい。同じく2頭お願いします。の代表取締役渡辺一馬殿。おお。来た来た。同じく2頭独占ご奉納株式会社カズアソシエイト代表取締役オッケいやめっちゃ、ねしっかりホールドされたね。ー。これで今年も安泰や。うん。ね。見守っててもらおう。そうやな、頑張ろう。